네가 차가우시다로 무대간 다이바리 사고 개지레스 간직했던 the flow you should know that You gotta cut 말이 안 다들 맡겨와 날 We're the undefeated 고래 punchline We made it You be too high 나 gotta hate me 빛이 get bring it on 시티아로 후른 난 이게 착해 슐러바노 카스케 다치카이 no hustle 이 가를 구르게 키워 다치케 桜の開花の便りが届き、日本列島はいよいよ春本番、そして荒れる春場所もいよいよ佳境を迎えています。アベマ大相撲ライブ3月場所大阪が蓄積した痛みっていうのがね、出てくるんですよ。それはね、なかなか一瞬で治るわけじゃないですよね。やっぱり時間かかりますよね。一晩寝たから治るっていうもんでもないですよね。もう寝るとね、翌朝起きた時余計固まって痛み出したりとか、私なんか場所中なのにぎっくり腰になったりとかね。それも取り組みの直前ですね。支度部屋で体を動かした瞬間に痛み出して、花道を歩くのでもういっぱいいっぱいですよね。で相撲を取るわけです。で相撲を取って。そうですか。はい、さあ軍配帰りました。琴恵鵬千代翔馬です。まわしを下げる左四つになりました。上手を先に引いているのは千代翔馬。しかし逆転の投げ、下手投げ琴恵鵬です。7勝目を手に入れました。まあ落ち着いてますね、琴恵鵬はね。千代翔馬ペースに見えましたが、落ち着いてペースに見えるようで、やっぱり腰の話の延長じゃないですけど、四つになりながらちょっとなんか腰が引けちゃってるんですよね。顔にものすごく力みというかね、上半身に肩に力が入ってるんです。もうこの辺からちょっと組んじゃったなみたいな、もうかなり顔で、足から崩れてるじゃないですか。そうですね。腰思いっきり前進しますよね。見ている親方衆からのイメージ親方衆、審判の親方衆からしてもやっぱり同じ白星でも価値は大きいですよね。幕内力士に勝つっていうのは。それはもう新入幕に向けての大きな材料になる。だから今日もう本当に大事な一番ですよね。その大事な一番を迎えている若乃勝、そして錦富士です。両者頭からさあ突っ張っていく若乃勝の突っ張り、錦富士残した、逆に突っ張り返す錦富士突っ張り返す、若乃勝下がりながらの突っ張り、出ていく錦富士、若乃勝を寄せつけませんでした。錦富士の気合がほとばしる相撲でした。ちょっとね、顔面にいいのが何発か入って、ちょっと火つきましたね。つくの遅かったんですけど、ついてからはもう一気に回転したんです。回転をずっと続ければよかったんですけど、途中で挫折しちゃうんですよ。ここちょっと大事だよなってところで、この辺でいなすはずです。多分この辺でいなすんですよ。このままでこうですね。これがだからもうダメになっちゃったですね。もうここからもう一気にもう崩れたんです。あそこ耐えて早いところもあるんですが、押し一本なので、年齢的なもの、昔みたいにスタミナがないから早く決めないとね、長引いちゃうと不利なんですよね。翔猿は逆に長引かしたいと。そうですね。今場所もですね、2分を超える相撲がありまして、7日目は錦富士を2分を超える相撲で肩透かして勝っています。この時代ね、2分も相撲取れるというのはなかなかねいないですよね。だからスタミナはまだあるんですね、この33歳でも。ということですね。さあこれが15回目の対戦、過去翔猿10勝です。手を出していた御嶽海、はたく、ついていく、もう一度はたく、翔猿なんとか残しました。しかし浅く差して手を返す、寄り切りました御嶽海です。ちょっと苦しそうな顔をしている御嶽海です。疲れたんでしょうね。疲れたんですね。長くなっちゃって、はたきを決めたかったけど決まんなくて、危ねえって感じですよね。全部表情に出ちゃってるんですね。もう1年分相撲取ってると思うんですよね。だいぶ長く感じますよね。相撲を取らせないためにはたいて、そしてなんであれもろ手突きでいったのかですね。何か立ち合い翔猿が仕掛けてくると思って警戒して手出していったんでしょうね。結果的には最後2本入りました。入ったんでね、なかなかやっぱり厳しい地位というかね、
レベルの高いところ照ノ富士の例がもう奇跡みたいなもので、奇跡なみたいなものだけど、はい一回そういう例があるとね、ん朝乃山もじゃあ続けて戻るだろうと。でもそうはいかないんだろうなと。やっぱり今周りに役者がねやっぱりいっぱいいるからはい、大変でしょうね。今日の相手もなんかもう本当なんていうんですか、重戦車のような重戦車というか惜しいですもうね。本当になんか相撲取りって感じじゃないですか、この風貌が。そうですね、新入幕の藤亮が押し相撲です。さあ頭から藤亮が当たる。朝乃山抱え込んで、さあ右が入っています。回しには手が届いていません。頭をつける藤亮がもう我慢ですね。ここははたいたりしちゃダメですね、朝乃山は。下がってきますと藤亮がの押しはかなり強烈なものがあります。だんだん右に入ってきましたね、朝乃山。こうなると朝乃山の右が入勝って胸が合いました、寄り切りました朝乃山です。あそこで我慢してますね。利。我慢しましたね。我慢するということでね、動かないことですよね。ああいう場合は相撲はやっぱ休んじゃいけないとかいろいろ言われますけど、ああいう硬直した状態はあえて動かないっていうのも手の一つだと思いますよね。先に動くとかえってこう隙ができたりとか、隙ができ藤亮も頭から行きまして朝乃山になんとかこう、遠ざけようというやってましたよね。右を差させないようにね、左から追っつけてたんですけど、やっぱりね分かってても刺させちゃうっていうのは、これはだから朝乃山の肩の強さですよね、この右差しっていうね。そして胸が合いますと、こうなりますともう朝乃山です。勝ち越しまであと2つとなる最高位タイの東の11枚目、力強さがあります。どちらもパワーは幕内でも一に争うぐらいのパワーがある、争いますね、力士です。獅子なんかその青錦のやっぱり活躍にね、やっぱり刺激になってると思いますよね。過去は1対1です。一番近いところの対戦では去年の7月、突き出して金峰山が勝っています。その突きが出るでしょうか。さあよく手が伸びる、金峰山の手が伸びる、突きました、引き落とし、金峰山勝ちました。この突きで手が伸びますと獅子もなかなかうまく相撲が取れません。今場所の金峰山のちょっと馬力はすごいですね、藤亮に勝った時とかうまく出ない時がそうなんですよね。封じ込められちゃうと、なかなか自分のペースに持っていけないっていう。こうして自分の相撲を取り切った時は何やっても怖くないぞと、もう思いっきり変化してやろうとか、尻に火がつくわけじゃないですけど、伸び伸びできるんですよね。欧勝海幕内の3場所目、そして幕内2場所目の朝白龍、こちらは逆にこう自分の相撲が取れている感じ。いや取れてますよね。朝紅龍もね頑張ってるから、やっぱそうですね、部屋の勢いというのもそう部屋の勢いがあるんですよね、高砂部屋は。欧勝海と朝白龍です。さあ頭から、そして左を差した、左四つになりました。両者上手を引いている欧勝海、外掛けを今場所は何度も見せていますが、これは不発です。出ていく、入れ替えました朝白龍。攻めているのは欧勝海。欧勝海がガブル、この外掛け残す朝白龍。さあ大熱戦です。欧勝海の右の回しの取り方ちょっと下手くそですね。もっと脇締めないと。上手投げです。朝白龍落ち着いていました。その上手が深いというかね、だからこういう相撲を取ってると、今日もなんかだから膝から崩れ落ちるような負け方なんですけど、膝を大怪我しますね、ああいう相撲を取ったら危ないですね。全然違うんです、日本人とモンゴル人では。こんな4つになったらもう、最初からもう勝負決まってる。この外掛けだってもう意味ないですよね、全然。むしろ体が伸びて自分が不利になるための道具になっちゃってる。この朝白龍の上手の位置を考えますと、欧勝海だいぶ深い。だいぶ深いし、今の投げられ方も本当に拾ってみたいな。
純愛ですね。純愛ですよ、片思いというかねそうですね。恋愛成就したんですよ、はい。ああ、そうですか。じゃあ念願かなって近畿大学に。念願かなって近畿大学ですよ。そこでこう素晴らしい実績を残されたわけですから。やっぱり育ててもらったっていうことですよね。さあ、大阪出身対決、大阪ダービーとね、打ち合わせの時に森田さんおっしゃってましたが、その朝紅龍と豪ノ山、さあお互いに意識している、しかも今場所好調、豪ノ山ここまで1敗、朝紅龍が3敗、先場所は朝紅龍勝っています。おーっと合いません。読まれちゃったこれね、裏の裏を読んでまた同じ動きするっていうのも手ですね。なるほど。だからもうやらないだろうって豪ノ山に思わしておいて、もう一回やるぞっていうね、どうするかですよね。この作戦はちょっと難しいところ、これはちょっもう駆け引きとですね。朝紅龍が動揺してますよね。読みの仕切りです。さあまっすぐいくか、出ていく豪ノ山、引いた、そこをついていくが叩きが決まりました、豪ノ山です。今日は引いて勝ちました豪ノ山です。あっちからする人ねえかな。一応しようかな。ぜひぜひタッチパネルの解説お願いします。これね、僕のその裏の裏っていうのをね、はい、裏の裏を読んでまた同じようにやろうとしたけど、ちょっと思い切りが足りないというか、ちょっとビビっちゃったですよね。なるほど。立ち合いの1回目のうまく呼吸が合わなかったことが結局勝負に影響してしまった。あれで精神的に動揺しましたよね。ここまで6勝3敗ということで、内容としてはいいように思いますが、内容もいいし、なんかその風格っていうんですかね、新入幕っぽくないっていうかね。そうですね。年齢もね28歳だからっていうのと、相撲の内容とかね、全てにおいて力強い、新入幕と思えないんですよね。立ち合いもしっかり当たれています。さあ、狼雅と藤青雲。まわしを探る狼雅、出ていくのは藤青雲だ。左が入って前に出ます。狼雅なんとか残す。切り返し、すごい休まず攻め切りました藤青雲です。俺のペンじゃない、タッチペンボールペン今ボールペンでタッチしようとしました、タッチペンでお願いします。一旦、勝ち名乗りを受けるところまでご覧いただきましょう。藤青雲が休まず攻め続けました。これで7勝目です。あと、狼雅がやっぱりちょっとところどころ大事なところをね、やっぱりこの今場所の調子が悪いっていうのがやっぱり影響してるんですけども、なんか自分でだったり投げだったりで、自分でチャンスを逃してますよね。藤青雲の力強さとこの最後のその切り返しの器用さ、相撲甚句の時もなんか日本語がないからとりあえずなんかハミングでねハンハンとかで歌ったりね本当面白かったですね、彼は。そういうなんか明るさというのも長持ちの秘訣にはなってくるんでしょうかね。そういうことですね、結果的に。さあ、今日欧勝馬戦です。玉鷲がこの対戦は5連勝中です。欧勝馬が待ち構えるところ、玉鷲が思い切って当たっていきます。さあ、今日も思い切って当たっていく。恐るべき41歳の電車道。タッチペンしようがない。タッチペン特に何もないですけどタッチペンしてやろうがない。ゆっくり振り返るという意味でもね、このタッチペンがいいと思いますので、いや恐るべき41歳です。立ち合いですね。という内容だったわけですね。言ってやったぞ玉鷲。1発2発、そしてこの最後の3発でもう欧勝馬は外に出てしまいました。本当41、年齢尊虚を見ててもやっぱりちゃんとできないですよね。尊虚できないってなるとその相撲にもなんないと思います。ただこれやっぱり休んでるっていうのは負けよりもね、やっぱりその落ちる
落ち幅がね大きくなっちゃう。だからやっぱ少しでも、出ることによってね何でもいいです、勝つ可能性出てくるから出てきたと思うんですけども、でも一山本に長い長い相撲で寄り切って勝ちました。さあ今日はどういう形になるでしょうか。さあ宇良が横に動いて左が入りました。得意の左の下手を引いている宇良です。ちょっとそり出るかな。でも前に出る白鵬が逆襲する。下で切れた。これ反りが出るさあこれは反り技の体勢になりました。お客さんも分かってる。白鵬も分かってます。さあ下からと潰しました。うまいけど痛い。白鵬もちょっと大丈夫でしょうか。痛そうですね。だからちょっとその衝撃だけで痛いんですねこれ。これもタッチパンしようかな。ちょっとなんか歩くのもちょっとままならない感じの白鵬富士。いけますかタッチパン。はい。ダメ。はい。なんか白鵬富士が逆に今日技巧派というか。はい。宇良が横に動いたんですね。これはだから相撲の中でその相手が怪我してる人っていうのは、逆に何してくるか分かんないから怖いんですよ。あ、なるほど。変化してくるかもしれないし、そういうちょっと宇良のメンタルの弱い部分出ちゃったかもしれないですね。普通通り今まで通り当たってたらそうはいかなかったんですけど、右足で宇良の足をちょっと払ったんですね。蹴返しというよりかなんか内掛けみたいな、なかなか体勢的にあれできないですけどね。足を出させないようにという感じなんでしょうけど、ああいううまさもあります。痛そうな顔、重さが乗っかかっただけで痛いですね。そうですね。あとは海洋高校ね、新潟の大野坂の高校ぐらいですかね。そうですね。ちょっと学校に集中してしまって。学校に集中してね、ちょっと仮想化がね。相撲もなんか青森なんて今ねそんな強い人いなくなっちゃってるから。そうです。青森の高校相撲がちょっとね盛り上がりにかけてる感じしますよね。高校のうちからもう埼玉出身じゃなくても埼玉栄に行く、あるいは鳥取に行く。そういうパターンが多いですよね。さあ時疾風と一山本です。差しに行く時疾風、まっすぐ出る一山本、組み止めました。しかし構わず出ていく。さあもつれた。軍配は一山本。物言いはつきません。つかないですね。ついた。今つきましたか。つきました。そうでした。これはもう完全にもう物言いが協議した結果、時計当ての足は先に出ていました。行司軍配通り一山本を勝ちをいたします。一山本ほっとし分かりやすい表情でしたね。いやそうですよ。これで取り直しなんてちょっと切ないですもん。あのぐらいの差だともう本人は勝ちを確信してますね。恥ずかしいって。こんな晒し者ですよね。ただ念には念を入れてと。これはだから一山本の作戦勝ちです。多分立ち合いがね、妙に弱いなと思ったんですよね。なんでかって言ったら時疾風って相手の勢いを利用する相撲なんですよ、どっちかっていうと。だから一山本がマックスのパワーで選んでね、だからそろそろその引退する時期というか、うちの師匠その八角理事長だって28歳で辞めてますからね。横綱だったからっていうのもあるんですけども。そうか、28だったんですね。そうです。かなり早いですね。横綱はその成績が悪くなったら引退しなきゃいけないという厳しい立場だからっていうのもあるんですけどね。前帰りました。1敗を守れるか琴勝峰。そして意地を見せるのか正代。今場所の琴勝峰よく前に出ています。刺していく正代が前に出ていく。全く想像とは違う結果になりました。正代がいっぺんに出ていきました。これ多分チャットで大家とざまめろって言われますよね。そうなんですか。全く読みが外れて嬉しい読みの外れなんですけども、しました。今場所一番と言ってもいいぐらいのいい相撲を見せました。
パッと入りました完ね。璧ですよね。右得意の右四つ、右に入って左入ってってね。ちょっとだから琴勝峰がはい。何にもしてない、何にもさせてもらえさないともらえないということですから、2横綱破って負け越すのはちょっともったいないんですよ。なんとか上げたいですよね。もったいないですよね。強い人に勝ってね、ネズミ小僧じゃないんだからっつってね、弱気を助けて強気、くじくみたいな感じで、くじくみたいにはい、そう考えると、勝ち越しに向けてももうここからが本当に大事な、大事ですよね藤岡毎日になってきますが、よく稽古していると。いや、この体はもう稽古してる体ですよね。充実してますと思います。はい、今場所の初顔です。さあ中に入った、左が入った、若隆景が前に出ていく、厳しい攻めだ。いや寄せつけなかった若隆景です。わからないもんですね、相撲っていうのは。その横綱2人に勝ったからじゃあ行くかと思ったらそうではないっていう。しかもスパッと入ったんですが、そこから若隆景攻め方してたと思います。こうやってスパッと入ってでガーって出ていこうとしたんだけど、左からの押っつけですかね、若隆景。押っつけがね、厳しかったですね。いい形なんですけどね、なかなか思い通りさせてもらえないという。そう、左からの押っつけ、右手が封じ込められちゃった感じですよね。対戦するのは吉野富士です。吉野富士黒星先行、4勝5敗です。まあでも青錦に勝ったりね、そうですね、まあ要所要所でいい相はい撲を取って、こう存在感はね色あせないですよね。入門してからずっと勝ち越しが続いている吉野富士、ただ今場所はここまで黒星先行です。初顔です。網をゆっくり仕切って、最初の一発で決まりました。なんだ脳震盪ですね。脳震盪なるようなあれでもないんですけどね。そうですね。じゃあこれちょっとじゃあ頭から当たったというわけ別にではないですね。タッチペンしますかね。さあ今どんな形になったのかしっかり確認しておきたいところですが、阿炎の手を追跡していけば形で負けたんですが、これちょっと分かりません。どうか脳震盪起こるような相撲ではないです。ないですね。足が流れちゃって足が流れた。でも別に何か巻いてるとかない、ノーテーピングですね、はい滑ったんですね。滑ったと判断しよう。た分かんないからただ2日続けて足が流れたってことは何かバランス的なものが、もうよく食べてよく飲んでよく稽古してよく寝るっていうのでね、どんどん大きくなればいいと思いますけども。そうですね。大きい熱海富士相手に美ノ海はもうどれだけ低く自分の、低くですね、胸を合わせないことですね。はい、左の前みつを狙っていく美ノ海の立ち合い。さあそこを引いてしぶとく食い下がれるか。そして熱海富士は圧力があります。圧力だ、圧力をかける。圧倒しました熱海富士です。圧倒ですね。もうかつての少し迷いがあって待つような相撲では全くなくなりました熱海富士。いや強いですね。強いですね。美ノ海のその低さっていうのは何にもさせてもらえないですよね。角度的には完璧なんですけど、はい、構わず出ていきますもんね。この難敵をこれだけこの 2,3 秒で、はい、こう決着をつけるっていうのはだいぶと、はい、今場所に限らず今後また何回も対戦重ねていくと思うんですけど、対戦成績逆転するかもしれないですよね。霧島は先場所東の関脇で11勝、その前は東の2枚目で11勝、2場所続けて敢闘賞。ちょっと今場所の星感によってはちょっと期待もかかっている。優勝すればね、ポンって上がれるかもしれないですね、大関に。
さあ隆の勝と霧島です。優勝争いに関わる非常に大事な取り組みです。いなした。逆にいなして霧島勝ちました。何でしょう、この余裕がある感じが。余裕があるんですよね。そうですね。いなされましたが、それに特に及ぶこともなく、はい、逆に隆の勝が出てくるところを軽くいなして霧島が勝ちました。これは押し込まれて、はい、慌てて押し返そうとすると逆にこれもよく見うまくえてるんですね。見えてるんですよね。立ち合いですよね。立ち合い、やっぱ踏み込みがすごいですもんね。こんだけ体格差あっても霧島が押していくんですね。押していくと当たり負けしないんですよ。でやっぱりこの大相撲っていうのはね、15日間ある中で一番取るのにこれだけ短い時間で勝負決めるってことは残りのそうなんですね。まだあと 2,3 年はバリバリいけそうな気がしますけどね。それだけの体の張りがあります。そして王鵬です。大栄翔、青錦、大野勝に勝っての3勝。ただこの高安戦、過去は高安8勝、王鵬1勝で高安が大きくリードしています。だいぶ苦手ですね。はい、王鵬の押しが通用するか。差しに行く高安、左が入りました。王鵬が前に出ていく。左四つ、上手も引いて高安一枚ました。しかしこれ切った。いや、もう一回引き直した。ダブル王鵬、残す高安、上手投げに行く。しかし王鵬崩れない。今度は戻りました。もつれた上手投げ、軍配王鵬。足早かったですかね。そうですかね、物言いがつきました。まわしを引いた時点で高安かと思いましたが、王鵬も構わず攻めました。そうですね、好きな人たちがいるんですけど、相撲を取るのはたまらないですけどね。なるほど。もうね、お相撲さんは1番にかけてるから2番目ってきついんですよね。そうですよね。台湾の競技について説明をいたします。行司軍配は王鵬を有利と見て挙げましたが、王鵬の手のつくのと高安の足の出るのは同時ではないかと物言いがつき協議した結果、同時と見て取り直しといたします。取り直しです。もうちょいでしょう。お客さんは大喜びです。そうですね。あの熱戦がまた見られるんだ。しかし取る方は大変ですね。これはでも、どうだろうな。王鵬有利なんですかね、若さからして。ただな。さあ待ったなしの声です。取り直しの一番です。先ほどは攻めた王鵬、最後は一番回して上手投げ打った高安。土俵際もうすべての取り直し。さあかち上げに行く、出ていく王鵬、寄り切りました王鵬です。高安どうでしょう、この戻り方を見ますとちょっと腰でしょう。腰っぽいですね。腰かスタミナか、もう余力が残ってなかったですね。力がもうそんな感じの出し切っちゃってましたね、さっきまでね。こっちは若いからまだまだいけるぞっていう感じで、踏み込まないかち上げは、もう逆に自分が不利になるだけなんですよね。こう胸を出すだけに。はい。だ全く2歳です。21歳ですね。21歳、若いですよね。今月の23日に22歳。22歳。楽しみですよね、将来。この年齢を考えますと、この落ち着きはちょっと際立ってますけどね。際立ってますよね。なんか悟りを開いて。そうですね。なんかこうコメントなんか聞いていても、綱取りだけど今場所だけで終わるわけじゃないみたいなことを話していましたしね。さあ軍配返りました。平戸海、青錦です。そっと立った青錦、出ていくのは平戸海だ。さあ右四つ、胸があった。
平戸に行くしかない。ました。上手を引いている。青錦の上手引いて頭をつける。平戸にの頭つけろ。上手投げ。よく我慢して形を作った青錦、上手投げで勝ちました。これタッチペンです。惜しいそうでした。よく勝ちましたね、あれね。そうですね。そしてだから上手が決まったという。決まったという感じです。平戸海は動いて止まる前になんとか勝負を決めたかったですね。決めたかったですね。ちょっと伸びちゃう癖があってね、自分の背中がね。だから青錦はこれ今日の相撲を見てもそんなやっぱり調子は良くないですよね。考えた上でね、ちょうどいい塩梅のところでね、だったらいいんじゃないかなと思うんですけど。やっぱり土俵際はものすごく強いです。みんなだからそこ分かっててもやっぱり食らっちゃうじゃないですか。そうですね、逆転されて、また立ち合いをどうするかというところですね。立ち合いはもう大きいからもうどしっと、別に攻めてもいいよっていう、もう俺はどしっといくんだっていうぐらいの開き直っていくぐらいがいいかもしれないですけど。さあ大シャーといなしました琴櫻です。これでいいんですね。これでいいような気がしますね。なんかこれで下がって勝っちゃってまたなんか師匠に怒られるなとかなんか内容悪いなとか言われるんじゃないか、そういういい意味で破天荒になるというかね。もうわざわざ相手の陣地まで踏み込んで前に出るんじゃなくても下がっても俺は強いんだぞっていうぐらいの、下がった方が俺は強いんだぞっていうぐらいの、大野里なんかはもう5回も優勝して、そうですね。で自分はまだ2回しか優勝してないと。横綱になってまだ1回もしてないし、だけどそれをなんか稽古でカバーして、だからこういう人が本当にバッとこう花開いた時っていうのはものすごく多分強くなると思いますよね。まだ上の段階が、そうです。まだ伸びしろというかまだまだ上の段階ってなると思うんですよね。確かにかつてはその細い体で逆転の投げとかそういったことが売りになっていた力士が、突っ張りを交えながら少し前に出て、もちろん投げも強いですが、その前に出る圧力が圧力はそうです。圧力と気迫ですよね。さあいよいよ結びの一番を迎えます。若元春、そして横綱豊昇龍。まともに組んであっと寄り倒しました豊昇龍です。涼しい顔で帰ってきました。若元春何もできず負け越しになっちゃいました。若元春が自分の立ち合いで行きました。勝ち越し。全く問題にしませんでした。立ち合いに行ったんでしょうけど、踏み込みがね全然左四つで行ったんでしょうけど、完全に負けてましたね。そうですね。踏み込みが遅いですもんね。だから絶不調。左四つになってないですもんね。だから右四つ逆の四つだったから、すごいです。横綱のだんだんこう調子が上がってきてますね。そうですね。いや昨日に引き続き、今日も強いですね。こういうイメージを植え付けると相手怖がるので、有利ですよね。実は横綱が一番チャンスあるかもしれないですね。優勝に向けては。内容がとにかくいいです。登場では豊昇龍と同じ立浪部屋の上戸の弓取式が行われています。幕下東の30枚目、今日は取り組みはありませんでしたが、ここまで3勝2敗と一つ、白星先行しています。いやなんか絵になりますね。この体格が江戸時代の錦系のようなね、丸い体で。ちょっと細身の人がやることが多かったですから。多いですからね。なんかこういうちょっとあんこ型のね。そうですね。
気持ちいいんですよね、よいしょって言われる。あでも気持ちいいですこれ無音だとねはい、ちょっとこれ寂しい。これやったことはないんですか？ないですこれはね横綱の部屋、ああ、うん、そうかじゃないとねなかなかできないんです弓取り式が終了しました。今日10日目に取り組みが終わっています。この後は大岩田さんの選ぶ今日の一番をたっぷりと振り返ります。